こんにちは、シャインボディソウルの里江です。いつも動画を見てくださりありがとうございます。今日はこのビデオでは、私が今まで過去にやってきた霊気ボランティアの話をしようと思っているんですけれども、それプラスもし今後例えば今もうすでにアチューメント講習を受けて霊気の実践者である方だったりとか、あるいは今このコロナの時代でなんかどうしていいか分かんないっていう方にも、ちょっと元気が出るビデオになればなと思って今このビデオを作っています。で、私がこの霊気ボランティアっていうのを始めたのは、調べてみると2014年ぐらいが実際に活動スタートしたなって思ってるんですが、本当に何て言うのかな、まず私の心の中にこの霊気の仕事もそうなんですけども、一つやっぱりずっと考えてることがあって、でそれは本当に自分が役立たずで何の役にも他人の助けにも何もならない、なんかこの自分ってちっぽけな存在っていうふうに思ってるとこがずっとあって、でそれがこの霊気っていうものを学んで、この可能性っていうかね、もしかしたら私にもこれだったらできるかもしれないっていうのを霊気を通じてすごく感じていたんですね。もし私みたいに今そうやって感じている人がいたら、実は本当に霊気ってそういう意味でもすごい役に立つっていうか、きっとあなたもできるよっていうことを言いたいんですけれども、世の中にあるものってほとんどがすごく高いスキルを求められますし、でそしてそのスキルをやっぱり学んで実践を積んでいかなきゃいけないですよね。で霊気ももちろんアチューメント講習受けて全く練習もしなければ全然もうなんか忘れちゃいましたっていう状態はもちろんダメなんですけれども、でもきっと多くの方が感じているのは、霊気には本当に覚えなければいけないものっていうのは本当最低限しかありませんし、私も他にもセラピーっていうのも少しかじってみて思うのが、ほとんど本当にシンプルで難しいところが全然ないっていう、そういう特徴があるし、で霊気を教えてみて思っているのが、この霊気療法って日本発祥のセラピーだけれども、いかに世界で有名なセラピーなんだなっていうことを本当に感じさせられていて、やっぱりネットにいてSNS とか Facebook だったり Instagram とかいろんなとこ見ても、霊気っていう言葉が世界中の人たちがそういうことを書いてたり喋ってたり実践してたりっていうことが、世界中で行われていて、だから霊気を通じてそういう国際交流ができるとか、こういうところは本当に私が霊気の仕事を始める時はそこまですごく深くイメージしていたわけじゃないんですけれども、でも実際そういうことができたりとか、本当になんかすごく楽しく、そして充実した、毎日が送れてるなって思うのは、やっぱりその一つに霊気ボランティアっていう活動があって、本当に霊気ボランティアの魅力って普段は会ったことない人たちに会うっていうのかな。ありがたくそうやってボランティアをやらせていただける場所っていうのをまた探すのが実はこれ一苦労だったんですけれども、っていうのはやっぱりボランティア活動っていうのは世の中でとても今有名だと思うんですね。例えばゴミを拾うボランティアとか、あるいはなんかそうだな、病院の中でやるボランティアとか、いろんなボランティアがありますよね。イベント会場のボランティアとか、要するに無償でね提供するっていう意味でボランティアっていうのがあるんですけれども、でもこれを霊気ボランティアって言っても、じゃあ霊気って何なのっていうところから始まって、であなたがやってる霊気っていうのはどうなのっていうこととか、やっぱりボランティアとしてある団体の人に理解してもらって、じゃあ実際にそういうことをさせてくださいっていうまでに、やっぱり私自身相手の人に対してこういうものが霊気ですよとか、実際にそういう説明が必要でした。だから何でもかんでもボランティアって言えば相手はねそうやって快く受け入れてくれるかっていうと、そんなことは全くなくって、やっぱりそこから相手の人がじゃあ霊気って何なの、どんなことがね役に立つのとか、そういうことをねとってもよく聞かれて、本当にそのことに対して賛同したグループの人、団体の人は霊気を受け入れてくれるけれど
も、実際問題としてはそんなに簡単にボランティアだからやらせてって言ってやれるものではないっていうことが分かったっていうのも、私がこの霊気ボランティアの活動を始めてからお勉強させてもらってることだなっていうふうにも思います。でもありがたく私たちここ香港で香港の現地のボランティアっていうのを、過去に4カ所やらせていただいて、でそしてなんと海外でもカンボジア霊気ツアーっていうので霊気ボランティアっていうのをやらせていただくことができました。で、今日はその話もちょっとシェアしたいなって思ってるんですけれども、本当に私みたいにその自分に何の取りようもなくて、なんかきっとこんな自分はね世の中にね全く役立たずで他人に迷惑をかけたくないとかって思ってる方がいたら、本当にぜひ霊気ボランティアを体験してほしいなっていうふうに思っていて、あるいはさっきも言ったけれども、今このね動乱の世の中の中でこの先行く先が見えませんっていう時に、なんかねできないかな、私にもしかしてね私もこれから仕事がねなくなっちゃったり転換しなきゃいけないなっていう時に、ぜひねこの霊気っていうのも一つのねアイディアとして、学んでいただくと、やっぱりあなたのねこの手がもっと気がたくさん流れて、もちろんあなた自身の体もねこうやってセルフヒーリングとか気の流れがどんどん良くなりますし、それをね他人とかペットだったり物だったりっていうところにも同じようにねやっていくことができるっていうセラピーなので、そういう意味ではとてもねおすすめしたいなとは思っているんですけれども、それぞれのねボランティアの、行った時のね印象的なエピソードっていうのをね、紹介していきたいなっていうふうに思うんですけれども、まず最初に私が霊気ボランティアを始めた一番最初のその団体っていうのが、香港でもすごく有名な、キャンサーファンドって言って、がんの人たちが利用できるそういうプラットフォームみたいなサポートオーガナイゼーションっていうねチャリティーの団体があります。でそこに、霊気のボランティアをやらせていただけるようになったのはクライアントさんの紹介でした。私の知ってるそのクライアントさんがそういうことだったらこのキャンサーファンドっていうところがあるからそこにね連絡つけてあげようかって言って、それが一番最初の始まりでした。で、私もねまだ霊気の仕事始めて 3,4 年ぐらい経ったところでしたので、緊張しながらね初めての霊気ボランティアのセッションすごくワクワクしていった覚えがあるんですけれども、最初のうちそのセッション何回かキャンサーファンドだったり、あとそれの、姉妹団体っていうところにも行かせてもらったんですけれども、最初のうち私がその霊気のボランティアで体験した時っていうのは、まずですねやっぱりそのボランティアで一緒に行く生徒さんっていうのを集めるのがまず大変だったっていうのもあって、私が一人でいたりあと一人二人とかそういう感じでいたりとかって、すごく少人数のグループで行ったり訪問させてもらったりしたんですけれども、言葉がねうまくこう伝わんないところとかがやっぱりあって、今ほど私も英語でうまくその霊気について伝えるところとか、すごくこの胸に響くとか響かないとかやっぱりすごく難しいところもあったんですが、でもすぐにねじゃあ一緒に体験してみましょうって言って、本当に言葉もいらないです。でもみんな丸くなってただ霊気の実践するだけで本当にねまるで温泉に浸かったかのようなその温かさとかそういうじんわり感とかね、そういうのを皆さんが感じてくださって、でやっぱりがんの方っていうのはやっぱ体温が下がってる方がすごく多いので、やっぱりそういう意味でも霊気を実践するとじんわりとね全身がこう温まってくるっていう体感ですね。これがやっぱりグループでやるとすごく大きく感じられるっていうのがあって、ですごくやっぱり霊気ってなんかわかんないけど今日参加してみましたっていう方とかもたくさんいらっしゃったんですが、そのセッションはすごくね、楽しんでくれたっていう方が多かったですね。でそしてセッションの中ですごく感じたのはすごく皆さん前向きで、
多分体験された方って今現在もその抗がん剤とかそのなんていうの放射線をやってる方もいらしたとは思うんですが、どちらかっていうとそのトリートメントはもう一段落して、でもこの先ね自分の健康が不安ですとか、またがんが再発しないか心配ですっていう方が結構いらっしゃったんですね。でも明らかにやっぱりその普通にここにクラスでアチューメントの講習を受けるとか、いろんなクライアントさん見てて思うんですけれども、やっぱりそのがんの方のやっぱり何かをこうね吸収して学び取ろうという姿勢が本当に高かったっていうのをね、私もすごく覚えています。やっぱりこうやって講習をしていく中でやっぱお金をいただいて受講料払っていただいてクラスを提供していくわけなんですけれども、やっぱりそのボランティアっていうことで無償でそのクラスっていうかそのね説明したりとか実際に体験っていうのをやりましたけれども、なんとなくやっぱ無料で来たら無料でそのままスーって忘れられちゃうっていう感覚がどうしてもねやっぱりあるんじゃないかなっていうのを私自身も思うんですが、でもやっぱりそのがんの方たちとやった時のセッションっていうのはもう本当にメモ取ってる人がいるぐらいやっぱりすごくみんな真剣にその吸収して自分もなんとかっていうねすごく前向きな方がとても多かったっていうのをねすごく覚えています。でそれが一つね、そのがん関連の人に霊気ボランティアをやったっていうのが初めで、その次に行ったのがお年寄りの方が集まるようなその老人ホームではないんですけれども、日本でいうと区民センターとか市民センターとか、なんかそういう市とか区がやってるようなお年寄りの人たちを集めた、趣味講座だったりなんかこうサポートグループみたいな、そういうところですね、そういうところにまた霊気ボランティアの活動をやらせてもらうことができて、そこは私の生徒さんがそこで働いていたので、霊気っていうことに対するそのなんだそれはなんか本当にできるのかっていうね疑いは全くなくスーッとねやっぱりやらせてもらうことができて、やはりとてもありがたいセッションだったんですが、そこでも本当に面白いエピソードがいっぱいあって、でまず最初にじゃあ霊気のクラスをやりますって言って、じゃあお申し込みって言って取るそうなんですけれども、最初に集まった時はちらほらでもそれでも10人はいたかなっていう。でそこのクラスは確か最大で12人か15人か忘れましたけど、そこまで入れるっていうクラスのスペースを作ってるらしくて、で一番最初の時は満席にはなんなかったけれども結構たくさんの方が集まってくれて、でみんななんかよくわかんないけど来たおばあちゃんとかおじいちゃんとかそんな感じで、本当になんかもうみんなすごくこう可愛い感じの方ばっかりで、やっぱりそこに行っても思ったんですけれども、もうお年寄りの方で、体のあちこちはすごい痛いし、で中には咳が止まらないおばあちゃんとかもいたんですけれども、とにかく皆さん前向きで、どこか痛いとこないですかとか言うと、私はどこも痛いとこありませんとか、もう本当にそんな感じで、なんていうのかな、私自身がそのおばあちゃんたちと一緒にいることで元気もらっちゃうぐらいすごくパワフルな方たちなんですけど、実際はそうやってないない痛いとこないって言ってるんだけど、でも本当はすごい関節とか節々が痛かったりとか、夜もずっと眠れなくて苦しいとか、やっぱりそういう方もたくさんいらっしゃるみたいで、そこでやっぱり何回かねやらせてもらったんですけど、最初10人くらいだったんですよね。でそれで今度次行くって言ったらもうすっかり満席になって、で最後なんて満席超えて席を作って、本当に20人近くの人がなんかクラスにもうバーって埋め込むみたいな感じでやって、でさすがにその20人対1人とか2人っていう霊気の実践者じゃダメだろうと思って、私の方でもたくさん生徒さんに声をかけて、どちらかっていうと実践会とか積極的に来てる生徒さんに声をかけて、でそして一緒にね行って体験したんですけれども、そこでも印象的なエピソードっていうのが、一つは本当にねおばあちゃんたちが本当に前向きで、痛くても頑張ってるっていうのをすごくね感じてね、なんかすごいこっちも元気をもらったっていうことと、
あと一人おばあちゃんでいつも咳を始めるおばあちゃんがいたんですね。でもそのおばあちゃんは多分普段は全然咳とかが出ないのかわかんないですけど、来る時はケロッとした顔をするんですが、でもその霊気のクラスを始めた途端、グループのその実践を始めた途端に咳がすごい止まらなくなって、でそれで周りのおばあちゃんからこう煙たがられて、あなたちょっと外行きなさいよ、そんな咳が出んだったら外行ってトイレに行きなさいみたいな感じで、そんな感じでこう嫌がられて外に行く。でひどい場合はそのままなんか帰っちゃうか、そのままクラスに戻れなかったりとか、そういうのが何回かあったんですけれども、でもそのおばあちゃんがその数回受けていくうちに最後は本当にね咳が出なくなって、すごく顔色も良くて、なんかすごい嬉しかったっていうね、そういう体験談があったりとか、あと別の時にはですね、なんか夫婦で参加された方がいたんですけど、この人たちが本当面白くて、なんか来た時はなんとなくちょっと口喧嘩みたいな感じで参加してて、なんかお互いにこうトゲのある会話をしてるんですよ。それでなんか周りのおばあちゃんたちがもう始まったんだから、クラス始まったんだから静かにしなさいみたいな感じで言ってるんだけど、ずっと会話してて、でもこうやってみんなで肩をね触って、じゃあ霊気やりましょうって言って最初にじゃあわーわーわーって言ってるんだけれども、そのうち気づいたらなんかすごい静かになってて、気づいたらみんな寝てるっていう。でもねそういう風になって、霊気の効果って本当にねなんかリラックス感とか温かさとかあるので、眠くなる人本当多くなるんですが、でもそんな感じを経て最後はなんかいい感じで夫婦で帰られるっていうね、なんかすごい印象的な人たちだったんですけど、でも本当にね楽しい思い出がたくさんでしたね。やっぱり今もねお元気でいらっしゃればいいなって思うんですけれども、とっても楽しい思い出が作れた香港のお年寄りの人たちとのボランティアっていうのがあって、でその後に今度すごいご縁が来て、カンボジア霊気ツアーっていうのをねやったんですけれども、これも私の知り合いの人がそのカンボジアのチャリティーの、団体をね立ち上げているっていうことで、その人たちを頼ってっていうか、その人たちに話を持ちかけて、こういうツアーやってみたいっていうことでやらせていただいたんです。これもありがたくそういうご縁をいただくことができて、で初めてその香港じゃないところでその霊気ボランティアっていうことで行くっていう風になって、でここでは本当になんかすごいいろんなことをね学ばせてもらったなって思うんですが、まずですねカンボジアってやっぱり香港とか日本と比べてまずすごく医療水準が低いっていうことが一つあります。あとやっぱ村とか例えばプノンペンっていう首都がありますけど、その飛行機乗ってプノンペン来ても、私たちがそのボランティアやらせてもらったのってすごい、遠隔地の村だったんですよ。確か3時間ぐらい車で走ったか、もうベトナム近くみたいなところまで行ったんですけれども、本当になんか写真で見るようなすごく穏やかでのどかな風景がずっとこう広がるような、そんな場所だったんですけど、まず病院ってどこっていう感じだったんですよ。だから多分村の人は病気になってもあるいは怪我をしてもみんな自分たちで何とかしなきゃいけないっていう生活かなっていうふうに思っていて、で最初はねその移動してる時はあんまり注意深く見てなかったですけど、でもやっぱりその霊気ボランティア始めてね、本当になんかすごくうわーっていうね、なんかすごいこの頭のとこの響きとか、もうなんか疲れどんだけ溜まってんのみたいな、そういう感覚があったりしましたし、で実際やっぱりこう聞いてみると、なんか例えば口内炎とかがあるってどのくらいとか言って、1年近くずっと口内炎とか、なんかありえないぐらい長期的にずっと我慢している状態があったりとかね。あとやっぱり咳がひどいからなんか薬飲んでるらしいけど、どんな薬飲んでんのって言うとなんかよくわかんない薬飲んでたりとか、もう本当にみんななんかそうやって一生懸命お互いに支え合いながら生活していて、でも本当に多分皆さんも今後ねカンボジアとか行く機会があったらぜひと思うんですが、本当になんかその国のカンボジア人の人って本当に笑顔が素敵なんですよ。で私は本当笑顔を作るのが苦手な人間で、もうカンボジアに行ってあんだけねたくさんの人の笑顔を見て、自分もやっぱりねこれから先笑顔で過ごさなきゃいけないなって思わされるぐらい本当に素敵な人たちで、でもやっぱり生活は結構過酷で、もうなんか
なんていうのかな、お金の話をしたらもうあまりにも雲泥の差で、そんなレベルでやってるんだねっていうような感じの人たちだったんですけれども、霊気についてもやっぱりその霊気っていうものを何も知らなくても、これから霊気っていうセラピーをねやりたいです、私は霊気っていうセラピーを習っていますって言って、誰か体験したい人いますかって言ったら、もうみんながやりたいって、もうそういう感じだったっていうね。なんかその、今私のビデオを見てるあなたはきっと、もし霊気の実践者だったら、私今霊気やってるんです、私の霊気受けたいですかって言って、まず人が来ると思いますっていうね、そんな感じでびっくりしたんですけれども、やっぱカンボジアの人ってぜひ受けさせてくれて、とにかく体験してみたい、受けてみたい、そういういいものならばお願いしますっていう感じで、結構忙しかったです。なんかあっちの家に行ってみれば、じゃあ今度こっちのおばあさんもちょっとやってくれみたいな感じだったりとか、やっぱりそういうふうにニーズっていうのが全然違うだなっていうふうにね思いました。でやっぱり参加した私の受講生さんの中にも、そういう東南アジアの、言ってみれば、私たちのこのね先進国のライフスタイルとはかけ離れたような、そういう国のことをよく知っている生徒さんもいたんだけれども、やっぱりその霊気に対する求められ方が違うっていうのは本当にあるなっていうふうに思いました。私たちは例えばこのね霊気をヒーリングだったり癒しとか、そういうことでね霊気っていうのが求められてくると思うんですね。例えばなんか体の調子が悪いとか、そのね症状が出てきたとか、やっぱりそういうことがあれば私たちはありがたくその病院に行くことができるし、何か風邪をひいたんだったらお医者さんに診てもらって、風邪薬をちゃんと処方してもらって、でその医療費っていうのもそんなに高くて払えないっていうレベルではなくて、ちゃんと生活してる人であればちゃんとそのお医者さんにねかかって、そして家で休むことができるっていう、本当にねこの当たり前のような毎日っていうのかな、当たり前のようなことがなんてね私たちはありがたいことなんだろうってね、カンボジアに行って本当に思わされたんですね。だからいかに世界の中でもその医療にありつけない人たちがいるかっていうことで、だからカンボジアの霊気ツアーって本当にたくさんのことを学ばせてもらったし、でやっぱりその体験をする中で例えば自分が今までね自然なものが大事だとか、薬はね飲みすぎたらいけないとか、強い薬はやりたくないとか、そういう自分があったんですけれども、今もそれ全くないって言ったら嘘ですけど、やっぱり強い薬ねあまりやりすぎってね内臓とか傷つけるから、やっぱりそんなにいいかっていうとやっぱりダメだなって思うし、どちらかっていうと要するに西洋の薬っていうのは対症療法で、何かことが起こって病気になってしまった、じゃあどうするっていう時に対処として現代医学の薬っていうのは非常に役に立つと思うんですけれども、でもそういうね薬に対する偏見みたいなところっていうのがなくなったんですよね。だから無理して薬を取らないで我慢するっていうことは、私はカンボジアの体験をした後なんかなくなりましたね。やっぱり今自分はヘルプが必要なんだ、じゃあ病院にありがたく行かせてもらおうとか、薬を飲ませてもらおうっていう気持ちに変えさせられたっていうのが、私のねカンボジアでの霊気ボランティアの中での体験だったっていうのはねとってもあります。でそして最近あった霊気ボランティアっていうのが、ホームレスの人たちにやるっていう香港でのねローカルのボランティアがあって、でこれがまた面白いボランティアで、本当にこのボランティア活動っていろんな人たち、いろんな層のっていうかいろんなタイプの人たちと会うことができて、本当にねすごく学ぶことがたくさんあるなって思うんですけど、この最近の活動でホームレスの人たちやるってなって、本当にね一番びっくりしたっていうか、まず最初にホームレスって聞いた時に、やっぱりホームレスの人ってどんな感じの人かなってやっぱり皆さんもどこかで思ってしまいますよね。特に霊気だったらやっぱり手当って言って、手をかざすでも手を本当に実際につけるでもないかもしれないですが、でも他人との接触は近くなるし、本当に大丈夫なのかなってね思われた方は絶対いらっしゃると思うんですね。私自身もねどんな人かなっていうのはありました。
けれどもやっぱり今までやってきたそのボランティア体験の中からなんかやっぱりその、自信のような確信のようなそのボランティアに対するそのなんていうのかな良さだったりとっても感じてたとこがあったので、そのなんかすごいチャレンジに思ってとかそういうのはなかったですけれども、で行ったじゃないですか。そしたら本当にまず一言で言ったら綺麗です、彼らはとても綺麗で、その本当に道に寝てたのかって思うぐらいとても清潔な方が多かったですね。でもよく見ると確かにこれセカンドハンドの洋服着れんなとか、よく見るとちょっと足やっぱりちゃんと綺麗に開いてないのかなとか、そういうの気になる程度でしたが、でも皆さんが想像しているよりもかなり清潔感のある方たちだったんですね。でも香港の社会問題なのかもしれませんが、そのチャリティーの人たちに聞いたら、やっぱりそのホームレスの人たちのね問題っていうか、ほとんどの人が、薬物中毒かアルコール中毒になってしまってるっていうことで、やっぱ歯がねダメになっちゃってる人とかすごい多かったりとか、やっぱりそういう問題がね深刻みたいだったですね。でそして霊気のボランティアをじゃあグループ始めますよって言って始めて、本当に吸い付いたようにね寝出す人が多くて、でそのセッションに来るまでは普通の格好してこんにちはって来るんですけど、でもパッと見た感じやっぱりちょっと健康状態ね元気なさそうだなっていう方もやっぱ中にはたくさんいらっしゃいますし、でそれでこう霊気を始めると本当に皆さんが吸い付いたように寝始めたりとかっていうのがすごく顕著で、本当に続けてきてほしいはあるんですけども、毎回セッションに来ると1人か2人ぐらいは継続してくる方がいるんだけど、後の人はあんまり来たり来なかったりみたいな、あるいは1回も来なくなっちゃってどこ行っちゃったのかなみたいなのもあったんですけど、でもねホームレスで問題があってそのチャリティのところにお世話になってるっていうことだから、逆にそこにお世話にならなくなって社会に復帰できたらねとってもいいことなので、それは別の意味でいいですし、でもやっぱりセッションが終わるとみんなが笑顔になってありがとうっていう風に終われるっていう、でも本当にその一体感っていうのかな、最初の時はどんな人来てるのかなって、この人大丈夫かなってやっぱりお互いにちょっとね不安だったり神経質だったりってとこがあると思うんですよね。で面白いことにクラスの時に名前の転校してくださいって言われて、こう名前聞くと名前を言いたくない人がたくさんやっぱりいらして、だからそのぐらいなんかその相手がどんな人なのか分かんないから信じられないから怖いっていうレベルがあるんですけれども、でもやっぱりセッションが終わるとすごく心地よく終われるし、私たちもその安らかさとか穏やかさっていうのがねもちろんありますね。実践者としてもやっぱりすごい笑顔でね変えられる方がすごく多くて、で本当にね楽しいねセッションをいつもねやらせていただいてるっていうね感じですね。だから今後もね、今こういう状況でなかなかその霊気ボランティアっていうのはねどこまでね続けられるのかなっていう思いはしてるんですが、でも実はその霊気ボランティアを私が当時私には何も役に立つところがないし、こんな自分で何ができるのって思ってた自分になんか一つの希望を与えてくれたこの霊気ボランティアの活動って、実はその霊気でヘルプをしたい人がいるから霊気ボランティアに行けるっていうのではなかったって思うんですよ。本当はまず私たちがそれをやりたい、要するに霊気ボランティアやりたいっていう私たちがいて、だからこそそこに受け手がいるって言ったら変ですけれども、でも本当にそういうふうに感じているところがあるので、今後もねだんだんと解放されてボランティア活動っていうのがねできるようになった時、ぜひね皆さんにも体験していただきたいなっていうふうに思うんですが、まず私のようにね感じてる人がいたら全然大丈夫です。本当に霊気ができてるか分かんないし役立たずとか思わなくても、ぜひねもう本当に飛び込んだ感じで活動参加してほしいなっていうね、まずその意気込みがあればね私にねぜひ教えてほしいんですね。でもちろんねなんていうのかな、まだアチューメントを受けたばかりでセルフヒーリングもまだね終わってないし、すごいね実践自体も不安ですという方は、ボランティア来る前にぜひね実践会ね体験されてほしいんです。実際のところ霊気実践会とボランティアのねグループセッションっていうのは全く同じですかって言うとちょっと違います。
やっぱりなんかそのお互いにアチューメントを受けた同士の人の練習会のなのと、やっぱりその霊気のアチューメントを受けてない人も一緒に混じって大人数でやるっていうので、やっぱりこのレベルでいうとね、ボランティアの活動っていうのはちょっとアドバンスレベルかなっていうふうに、私も数回ねやらせてもらって思っているので、ぜひねこのボランティアね、今後機会があればどんな感じかな、体験してみたいっていう方いたら私まで教えてください。一緒にね行きたいなっていうふうに思います。で、香港に住んでないっていう方もたくさん見てると思うのであれですが、今後もぜひそういう機会があればまた飛行機に乗ることができたら、いろんなね国でボランティアっていうのもきっと可能だと思います。これって私たちがそこに行ってその現地の人を助けるっていう、もうそんなレベルの話じゃないので、皆さんも覚悟して待っててくださいって思うんですが、でもとってもね実りがあって、勉強になるし、本当に元気をもらえるね活動なので、よかったらね参加してみてください。というわけで今日のビデオは以上です。今日も見てくださり本当にありがとうございます。そして、今この香港では Zoom のオンラインのセッションっていうのをたくさんやっております。もし霊気アチューメントを受けた方でしたら Zoom のオンライングループ霊気実践会っていうところに参加していただけて、で、過去にどんな人参加してもらってるかっていうと、香港でもね結構ニーズあると思うんですが、外出がちょっとね困難な方だったりとか、あるいは日本だったり海外だったりっていうところに住んでいるんですが、そういう霊気の実践会っていうのを参加するねチャンスがほとんどない方、参加していただけるとねとっても楽しいと思います。で、結構ある質問が、そんな Zoom とかで霊気とかできんですかとかね、遠隔霊気とかそんなうまくできてないのに多分私にはちょっと無理かなっていう人とか、結構いるんですが、全然大丈夫なので、やっぱこれも本当に不思議と Zoom っていうね、その画像を通してグループでね霊気やってるっていうね、これ本当に体験してほしいので、騙されたと思ってね一回参加してほしいです。で、もし今この動画見てて霊気とかまだ学んだことありません、体験もしたことないしとか、あるいはアチューメントは受けてないけどね霊気のセラピーの方は受けたことありますっていう方は、こちらの方にもセッションを用意していて、一緒にね Zoom を通じてねこの霊気でオンラインでねセルフヒーリングとかいろんなね体験してくださいっていうセッションをやっています。で、こちらもねとっても心地よいっていう感想をいただいてます。ぜひねそちらの方もご検討いただけたらなというふうに思います。そして最後にいつも、宣伝している霊気ライブです。こちらはですね、今私のこの YouTube チャンネルっていうのは、基本私一人で喋ってる動画がほとんどなんですけれども、霊気ライブの方ではですね、私の生徒さんとか、他の人と対談みたいな形で、しかも霊気ライブのメンバーになってくれると、毎回対談にコメントでどんどんねライブ配信なので参加していただけるっていうね、主にね質問だったりとか、こういうエピソードを喋ってねそれに対する意見をねどんどん言っていくっていうような、そんなね、ライブ配信ですね。こちらはね時間を決めてねその時間に合わせて配信していくっていう感じの、グループをやっておりますので、こちら参加費は無料で、そしてどなたでもね参加していただけることにしているんですが、その Facebook のグループのとこ参加っていうのをしてくれると、その後質問っていうのが出るので、そこにね質問に、答えていただいて、で、私とか霊気ライブのね、メンバー盛り上げてくれるメンバーとかがそのね、承認するかどうかっていうのをねするので、少々お時間をいただくこともあるんですけれども、参加っていうのを知ってくれると何々さんが参加したいんだっていうのが分かるので、そこをクリックしていただけると、霊気ライブに入ることもできるので、もっとね霊気が好きでもっとね霊気の実践増やしたいとか、これから霊気ってどうなのよっていう方にもねぜひね面白い話たくさんあると思うので、よかったらそちらも参加してみてください。はい、では、今日も、素敵な一日をお送りください。そしてチャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。それから、LIKE のクリックも押してくれたらとっても嬉しいです。ではまた会いましょう。ありがとうございました。バイバイ。